2018年の10月ある日出血してソファー血だらけ、意識朦朧として顔真っ白、半年間ソファーで毎日寝続けました。起き上がって歩こうと思ったら歩けない、筋肉だって思い込んだんですね。だから骨転移なんて本当に思いもしなくて、当時まだこの時は自分で体洗ったりとか助けがもらいながらも自分で生活はできていました。その子は左股関節と思っていて、その辺りの痛みからもう思うように歩けなくなったんですね。それでもなんとか両杖ついて家の中で生活してたんですけど、ついにはもう24時間介助なしには生活できなくなります。もう誰かの支えなしにはもちろん動けない、イコール今までなんとか自分で水を汲んだりとか、トイレ行ったりとか激痛ながらもしていたことさえもできなくなりました。誰かに24時間いてもらえるようになったって感じです。ようやくここから訪問看護師さんたちとか外の風が入ったことによって大きく変わります。こんにちは。乳がん10年目、MA 尖閣されても死ぬ気はしないみーぽぽです。はい。今回先々週から1部2部に分けてお話しさせていただいたんですけど、今回これは3部になります。ようやく最後です。はい。ここまでお付き合いくださった皆様本当ありがとうございます。はい。この3部では訪問看護師さんが入ってきたことによってまた医療機関とつながることになり、そして余命宣告を受ける。で余命宣告を受けてから、今の回復につながる話を、最後にお話しさせていただきたいなと思います。その非日常的な、日々が日常になっていたその頃の私たちに、ようやく外のからの風が入ります。簡単に、その状況をお話しすると、もう時間とともに良くなると思っていた、筋肉が原因と思ってたので、それがもうなかなか思うように良くならず、介助が24時間必要になっちゃって、うち、母子家庭で、しかも私その時仕事なんかもできないから、もう母が仕事をして、経済になってくれてたんですよね。でも私も24時間介助が必要、家と仕事行ったり来たりで、その中にも2個だったりとか、母の知り合いに手伝いに来てもらったりとかはしたんですけど、もう限界。もう毎日大惨事ですね。出血したり痛くて私は泣き叫んだりしてるし、しかも私はもう髪の毛も洗えないまま約10日過ぎてました。もう体もですけど精神的にももう限界だった頃、訪問看護師さんの方々に来てもらうことになりました。初めて訪問看護師さんに来てもらった頃、その時の私ってもうしんどすぎて、腰だけじゃなくって足なんか左太もも、これが太ももだとして、こうさすられただけで激痛で泣き叫ぶぐらいだったんですね。しかもその時薬とか一切飲んでなかったんです私。なんでかって言ったら、他のこの動画とかでもお話ししてるんですけど、とにかく薬は良くないって、体のために良くないと思ってたから我慢してたんです、飲まないで。そしたらもう24時間痛みがあって、もう自分コントロールすることもそんな余裕もなくなってて、でそれに伴ってもう母も何が何だか分かんないし、もうみんなストレスがピークだったと思うんですね。そんな時訪問看護師さんたちに私が来てもらった時に、医療従事者の方見たら否定されるだろうなと思ってたんです。麻痺してるんですけど、自分たちの非常識さには。だからもちろん訪問看護師さんたち来たらそんな風に否定されると思ってるけども、助けを求めざるを得ないくって、そんな風に否定されると思ってたのに、すごい優しい気遣いをくださったんですね。その時の私って先ほど話したように、もう痛みでもうすごい泣き叫んだりとか、もう要は人間らしい対応ができないんですよね、余裕がなくて。でそんな私によく今まで一人で頑張ってきたね、大変だったねって、辛いね、でも、これからは私たちにも何か手伝わせてくれないかなって言ってくれたんです。もう今でもその言葉って本当泣きそうになるんですけど、もうその言葉って今でも忘れられなくって、もうただ私に寄り添ってくれた言葉
否定されると思ってたのに、その時の私は自分の命を守りたいからこその行動だったんですね。で、要はそれを受け止めてくれたって感じました。なんとか自分で自分の体治さなきゃってすごい思ってたからこそ、やってた日常を認めてくれたんだっていうこと。その瞬間、私は体のしんどさはもちろんそれ取れないんですけど、でも心が久しぶりに落ち着けたのは覚えています。そして何よりその時私が嬉しかったのは、今日ここで髪の毛洗ってあげるよって言ってくれたんです。その言葉が本当嬉しくって、もう10日間髪の毛洗えてない私はもう本当にしんどかったんですよ、それも。で、早速その日ですぐまた来てくれて、このゲーミングチェアで倒して、後から聞いた看護師さんもこんなんでやるの初めての経験だったらしいんですけど、その時ってもうこれしかやれるものがなくて、ここで洗ってくれました。もう結構大変だったんですけどね、なんかビショビショになっちゃったりとか、もちろん体も痛くて、そんなまでただ大変で、ただ気持ちいいわけではなかったけど、でも本当に気持ちよくってもうその日久しぶりに私の笑顔が見れたって言って母が喜んでいたのを覚えています。なんか髪の毛を洗えたっていうことだけでも、その時のしんどいエネルギーがどっか飛んでいったような、で、久しぶりに人間らしくなれた、戦争のような毎日が続いていた中のほんと一瞬の安らぎを感じれた、そんな日でした。はい。で、この日から訪問看護師さんの方々に、定期的に来てもらうことになって変化が訪れます。その時に自分が思っていた以上に看護師さんとかお医者さんから見たら、このままだとかなり危ない状態だってことはようやくその時に知りました。前回もお話ししてたんですけど、筋肉が原因と思ってた私は歩かなくなったら歩けなくなるって思ってたので、毎日痛いよ痛いよって叫びながら、一歩一歩歩くたび激痛で泣き叫びながらも必死に誰かに支えながらトイレ行ってたのは、要は歩かないとって思ってたからなんですね。この時、この腫瘍からこの風にでかいし、出血もすごかったので、毎日大出血してて、確かに貧血もひどかったんです。でも看護師さんたちにとりあえず貧血がひどいから、多分看護師さんたちは骨転移があるって思ってたからだと思うんですけど、その時私は骨転移じゃないって言ってるんで、多分そこ配慮してくれて、貧血を理由にトイレの前までは椅子で移動して立つだけにした方がいいよって言われて、ようやくそれに従ってその日からトイレからの苦痛に解放されました。で、こんなこと今思ったら当たり前にこういうアイデアで出るんですけど、もうそれまで思いもしなかったんです。そういうアイデアが歩かなくちゃと思ってたんで、なんとか歩いてたのをむしろ歩かない方がいいって言われたことによって、もうほんと苦痛から解放されました。で、もちろんその動きがちょっとでも減ったら出血も減るんですよね。そういうのもあったし、看護師さんが少しずつ私に伝えてくれたりとか、堅くな心を溶かしてくれて、貧血で輸血が必要っていう理由をつけてだったんですけど、ようやく病院に行きました。で、その病院も訪問ドクターの方が私が安心できそうないい先生をっていうのを手紙を出して探してくれて、で、その手紙に返事をくれた先生っていうのが今の主治医の先生です。はい。で、その先生のところに行くことになりました。その頃ってもう痛みとは別で、もう体からの大出血で、もう体を血がなさすぎて脈拍140とかが当たり前になってたんです。もう息も苦しいし、息をまともにできない状態で、今すぐにでも輸血しないと命の保証はできないよっていうことを看護師さんにも言われて、で、家族にも説得されて、ようやく先ほど言ったように輸血目的で、検査もするって約束して病院に行ったんですけど、なんでこんなに病院嫌だったかって言ったら、それまでに何回か輸血目的で病院に行ってたんですけど、その度に標準治療を受けてないから輸血できないって返されてたんですね。で、そんなこともあって余計病院に対してすごい不信感を持っててだったんですけど、やっぱちゃんとつながりを持っていって検査を受けるっていう風に言ったから、輸血はしてくれて、検査を受けるのも救急車で行って検査 CT を取りました。
でその CT 取るのももう3人がかりとかでも動かないように運ばれて、車椅子にもまともに乗れないような状態なので、ストレッチャーに乗せて移動、 CT とか検査も移動して、検査も受けて、急遽も輸血も2パック受けて、で結果これが2019年9月末の話なんですけど、このままだと年は越せないかもって言われました。なので、約2ヶ月の余命宣告。この時のことはこちらの動画で詳しく話しているので、気になる方はそこ見ていただけたらなと思います。でその後、その日から受けた日から、もちろん骨の状態がこんな状態、もうまともに映ってない、もうほんとボロボロ、こんな骨の状態初めて見たってお医者さんに言われるぐらい、もう全身穴だらけ、ひびだらけ、肺にも転移してるし、胸水も溜まってるし、なんか息もまともにできないし、血も人の3分の1ぐらい、とにかくひどい状態で、ずっと左足が痛かったのは、この左大腿骨が3分の1なくなってたからでした。でもうその日から歩くなって言われました。でもちろんそんなこと言われずとも歩けなかったんですけど、それまで私は歩かなくちゃって思ってたんです。筋肉だと思うから。でももう私は余命宣告された時、歩くなって、歩いたらダメだって言われて、悲しいショックより、もう歩かなくていいんだって、なんかほっとした方が強かったんですよね。もうこんな痛いのに頑張って歩く必要ないんだ私って思って、下手したら嬉しいとまで言わないけど、なんかもう本当によかったって、そっちの気持ちの方が大きかったのを覚えています。でこの頃の写真も9月余命宣告前後の後の写真って本当にないんですけど、何度か出してるけど、唯一ある写真一応出しておきます。こんな感じでした。はい。で標準治療を受けるしかないってなったんですけど、その後とにかく私はその時もう状態的にもう抗がん剤も受けれないんですね。もう持たなさそう、体力も。でその字も書けないし、要は息もまともにできないし、喋ることもありがとうの一言も言えないぐらいの状態、もうほんと生きてるのに精一杯な状態だったんですね。なのでできてもホルモン治療とかかな。でもホルモン治療が合うかわからないっていうので、一番最初26歳の時に乳がん告知の時にした針での検査時に取ったがん細胞が残ってたので、それで検査をすることになります。ホルモン治療が合うかどうか、要はホルモン受容体かどうかで、ここでちょっと余談なんですけど、私それまで何度か病院行ってるんですけど、他の病院行く機会はあったんですね、タイミングが。でも一度もホルモン治療の話をされたことなくて、もうすぐ抗がん剤って言われてて、ホルモン治療ならいいなって思ってたんですけど、まさか自分がそれ検査できるって思ってなくって、当たり前のように抗がん剤っても言われてしまうから、もう無理なんだろうなって思ってたんですね。そしたらまさかこの最後に行った病院で検査できるし、可能ならできるよって言われて、ちょっと驚いたのを覚えています。その結果出る待ってる数日の間にも、多分輸血受けたことで血が増えて、また余計大量出血しちゃったんです。でもう3日3晩大量出血して、もう食事取るだけでもう息切れで、まともにほとんど食べれなくなったんですね。その時訪問ドクター来てくれて、ヘモグロビン測ったら 3.6。 交通事故で大量出血した人でも5とからしいんですよ。普通平均13、今13ぐらいあるんですけど、だから 3.6 って初めて見たって言われました、お医者さんたちに、看護師さんにも。ってぐらい血がなくなってしまってて、で急遽もまた救急車で運ばれて、でももう治療を受けてるので、もうその病院で私は治療を受けるっていうことになってるので、輸血すぐしてもらって、なんと4パック緊急入院で4パックすることになりました。でもその頃にちょうど検査結果も出て、ホルモン治療は効くって、ホルモン受容体だってなってたので、その日からホルモン治療を始めました。でもうこの入院かなりきつかったのは覚えてます。っていうのも、骨が溶けて、ひびだらけ穴だらけで、体全体の骨が弱くなってて、もう腰とか大腿骨もひびが入ってるし、左大腿骨に関してはそうないし、3分の1ないし、
文字通り本当に私は寝たきりだったんですね。もう体の痛みでもうちょっとこう体を本当に数センチ数ミリずらすこともできなくなってたし、こう人ってベッドで寝たらどんどんずれていくんですよね。多分今とかもう普通に動ける時って無意識にこうずらしたりしてるから気づかないんですけど、もうずれていったら戻せないんです、もう自分で。だからもう服のシワ一つが痛くって限界切ってずれてきてもう動けないから、その時にまた看護師さんを呼んで、2、3人の人がその度に来てくれるんですね。で体をずらしてもらったりとか、結局これも気を使うからしょっちゅう呼ぶこともできない。でも体はどんどん沈んでいくし、で、しんどくて痛くなって、もう携帯見たりとかもう本読んだりとか何もできないから、聞くことしかできなかったんですけど、もうそんな状態だからただ病院の天井を見上げてなんか涙流すしかなかった。トイレ行くのももうほんと一苦労。ポータブルトイレも使ってたんですけど、やっぱりリスクが大きいんですよね。そこに行くこと自体がもう骨ひびだらけ、どこ折れてもおかしくないので、折れても治療できない状態だからもうほとんど動けない。だから、ベッドで用を足すこともしばしばありました。本当これもきつかったなと思います。もう体だけじゃなくて心もしんどくなって、今思ったらそのホルモン治療が始まったっていうことで精神的にも最初副作用できたりするので、それもあってなおさらだと思うんですけど、かなり辛くて、入院を経て帰ってきてからはしばらくは母から病院っていう言葉聞くだけで狂ったように泣いて発狂していたのを覚えています。でも自分でも本当わけわかんないぐらいそんな状態だったんですけど、このすぐ後に私はホスピス行ってるんですね。でこのホスピスでの写真も母のアルバムにあって出てきたのでこちらです。治療始まって多分1ヶ月も経ってない頃ですね。ホルモン治療効き始めてきて落ち着いてきた頃、基本私こうやってよく笑ってるんです。前向きは前向きなんですなのでいろいろ今結構しんどい辛いこと話してますけど、基本私は絶対治るって思ってるし、そこ信じてるので、そんな落ち込んだりとかそういうのはなかったです、幸い。で、今でも覚えて嬉しかったのは、ここのホスピスにめちゃくちゃ大きい機械入浴できるお風呂があって、そこでもどれぐらいぶりぐらい久しぶりにもう全部この腫瘍とか保護した上で機械入浴でお風呂に入らせてもらったんですね。で久しぶりに肩までお湯に浸かったのがめっちゃ幸せだったのを覚えています。この辺もまたこのホスピスの話はこの動画でしています。これが2019年の10月の出来事です。この10月ぐらいから少しずつ私は回復していくんですけど、ようやく医療従事者の方とつながるようになって、私は、痛み止めを飲むこと、飲む大切さも、知って、ちゃんと痛み止めを飲んでコントロールするようになりました。その時の痛み止めの話はここの動画でもしているように、ロキソニンとか医療用麻薬とかその辺うまく使って、痛みをコントロールしながら、で全くなくなることはなかったんですけど、だいぶ軽減されますよね。24時間痛みを我慢してた頃に比べたら。それではまだしんどすぎて、ただしんどさに耐えて終わる一日でもあったんですけど、時折気分転換にって言って、家の周りちょっとだけ外の空気吸うために散歩、その時ってもう普通の車椅子も乗れなくて、リクライニングのこの車椅子に乗せて家族が連れて行ってくれたりしたことがあって、家族が撮ってくれてた写真があったので、それがこちらです。一応外でおにぎり持って、食べてたんですかね。母との写真です。時折こういうふうに外出してもらったりしながら、訪問看護師さんに毎日来てもらって、髪の毛も洗ってもらったり、正式って言って体をベッドの上で拭いてもらったりする日々。ホルモン治療から1ヶ月ぐらい経った頃、11月ぐらいですね、みるみる痛みとかなくなっていって、食欲もそれに伴って増えて、で食欲増えた頃からやっぱり回復がすごい加速したような気はします。腫瘍もみるみる小さくなって、その後ホルモン治療だけではちょっとがんが抑えきれなくなって、2月ぐらいかなからイブランスって今飲んでる分子標的薬、部類で言ったら抗がん剤を私は飲み始めるんですけど、余命宣告から約2年経った今、もうおかげさまでまたこうして元気に過ごせるようになりました。もう本当感謝です。こんな骨転とか現れる前の以前の当たり前だった生活を少しずつ今取り戻していっている時なんですけど、まだ
綱渡りって言われる状態ではあるので、こんな風に新たな治療も始めながら、今は根治に向かって頑張っているっていう感じです。で、今腫瘍もないです。ぺたんこ、こんな状態。はい、自然にこうなりました。骨も回復中。おかげさまでもちろん今は歩けています。この辺の歩けるようになるまでの変化はこちらの動画を見ていただけたらなと思います。まず寝たきり状態ってもう想像も超えるぐらい辛くって悔しくて泣いて、けどやっぱり諦められなくってっていう日々を過ごしてたなと思います。なので年いった時に絶対寝たきり状態だけにはならないように年いっても絶対ちゃんと運動して、自分のためにも周りのためにも迷惑かけないようにしなくちゃって泣きながらそんなことを考えていたのも覚えています。どんな状態でも私諦めるってことは一度もしなかったので、それは本当に良かったなってつくづく思います。っていうのも、そんな時から入ってくれた訪問看護師さんたちが言うのは、いろんな患者さん見ていて最後はもう気持ちが大事なんだと思うって言ってて、もう気持ちの状態が体に影響して、その結果本当に状態も変わるっていうのは、いろいろな患者さん見ていて思うって言っていて、私があんな状態でもなんとか生きてこうして回復できたのは本当に気持ちの部分大きかったんじゃないのかなって言ってもらえるので、そういう意味ではこの諦めの悪さがあってあんなことも招いてしまったけど、でもそのおかげで今こう命がつながってるっていうのはあるのかなとも同時に思います。なのでもしあの時諦めてたらって思うと、今の私の状態は全く違ってたんだろうなって、もしかしたら私はここにいなかったかもしれないし、ようやく落ち着いた今思い返して思うことでもあります。はい、最後に声を大にして言いたいのは、に偏らないことが大切。もう本当にそれは心から今となっては思います。もう閉鎖的なのはもうめっちゃ危険。2部でもお話ししたようにちょっと洗脳に近いっていうか、もう周りが見えなくなって非日常が日常になってしまってたりとか、非常識が常識になってたりとか、それに気づけないので、もちろん自分の意見を持つことだったりとか、自分で自分の体を治すって決めること、思うこと、そんな気持ちは大事だと思うんですけど、ちゃんと自分の体を知ることだったりとか、やっぱり自分の体の状態を知ってこそ対策とか適切な処置ができる。私だったら骨がそんな状態にもかかわらず歩いてたってまずありえないこと、やっちゃいけないこと。でもなんでしてたかって言ったら、状態知らなかったからなんですよね。筋肉だって思い込んでたから。でもちゃんと骨が原因だって分かったら、もちろん歩いちゃダメって分かるから、もう歩くことはしなかったです。そんな風にやっぱりちゃんと自分の体知れる範囲はちゃんと知ることで、知ってこそできることがある。今ってすごい介護用品もすごいあって、こんな椅子じゃないと座れなくなってたんですね。こうもう全部迎えに来てもらって迎え下ろしてもらうみたいな。でもこれがあったから私は余命宣告後なんとか生活できたんです。痛み止め飲んだらトイレ行く時もギリギリまでこう立たせて機械で、そっからはちょっと家族にこう介助してもらってトイレ行くとかで、それによって家族もだいぶ楽になったし、あとちゃんと介護用ベッド、そういう高反発のマット引いてムートン引いてとか、そうすることによって夜だんだん寝れるようにもなったし、ちゃんと利用できるものをうまく使って自分の体のためにすることは本当大切だっていうのも学びました。お医者さんとかあと看護師さんにももっと頼っていいんだよってことを今の私は当時の私に言ってあげたいなって思うことでもあります。当時の私ってあまりにも一人で背負いすぎてたし、結局それがすごい危険なことだったなって思います。もちろん命をおろそかにしていたわけでは決してないです。むしろ命を守りたいと思ってたからこそ私は必死だったんですね。その時要は病院に行ったら良くないって思い込んでたんで、何がそんなに嫌だったのかなって思ったら、そこでマイナスな言葉をもうお医者さんとか聞くのが嫌だったんですよ。とにかく私は治るって信じてるのに否定される言葉が聞きたくなかったんですよね。もうけど今の私が思うのは、
いいじゃんって別に。まあ自分がそれ信じてそれ覚悟決めてるならどんだけ周りに言われてもいいじゃんって今は思います。あの時に来てくれた訪問看護師さんたちがそんな私を否定せずにまず受け止めてくれた。で受け止めながらも違う方向をちゃんと見せてくれたことを変えるきっかけを与えてくれた訪問看護師さんたちにはもうずっと感謝。はい。ここまで1部2部3部でめちゃくちゃ長くお話ししてきましたが、何はともあれ今はあの頃に比べるとほんと幸せすぎるぐらいの一日を送れていますね。もう痛みもないし好きなことができる幸せ、好きなものを美味しいって言って食べれる幸せ、友達や人にちゃんと落ち着いて接することができるっていう幸せ。前はありがとうの一言見えなかったけどこんな風にめちゃくちゃ喋れちゃう、そんな風に普通に喋れることの幸せ、本当にようやくゆっくり朝までぐっすり思う存分寝れるようにもなった幸せ、今となってはまた自分で自由に歩けるようになれた幸せ、まだまだあります。まだまだ日常に幸せって本当に溢れてるなって今となっては思うんですけど、何よりこうやって生かされてる今もうただそのことが感謝で幸せでしかありません。後悔もたくさんあってそのおかげで自分ですごい痛い目にもあった、そんな経験でしたけど、大きな後悔は大きな学びに変わるって私は思うんですけど、本当にその通りでこの学びをちゃんと未来に生かしていけたらなと思っています。はい、同じような後悔する方も一人でも減ったらいいなとも思います。こうしていつも皆さんに元気にお届けできることだったりとか温かいお言葉に力をもらえて励まされています。ありがとうございます。ではそんな感じでよかったらいいねボタンとチャンネル登録の応援よろしくお願いします。ではまた。みーぽぽでした。バイバーイ。ちょっとおしゃべりしつつ報告しつつみたいな感じでいきたいなと思います。ちょっとまず